ぱり4回連続ぐらいでさ、同じような服の動画になっちゃいますよね。まあいいか。今回は何の話をするかと言いますと、前に動画で私恋愛に興味ないっていう話をしたと思うんですけど、まあもともとあんま興味ないっていうのもあるんですけど、その実際やってみたこともあるんですよ。もしその恋愛やってみた時にすごい恋愛がいいものだって思えてたら、もしかしたら私も恋愛にハマってたのかなと思ってて、そうなんですけど、やっぱりなんか実際やってみてマイナスの感情の方が大きかったからこそ、今もっと興味がなくなっちゃった。やっぱ自分には向いてないわ、やめとこうみたいな感じになっちゃったっていうのもあるのかなと思ってて、やっぱ自分でもねすごいいっぱい悪いことあったと思うんですけど、恋愛してる時に好きな人とか彼氏に対して感じた違和感、されて嫌だったことを今回は紹介していきたいと思います。話せるレベルの内容のことを言うので、すごい小さいことばっかなんですけど、これは笑い話として聞いてください。まず一つ目は、2人でいる時に電車で一つだけ空いてる席があった時にみーけと言ってトトトッと自分だけ座られたことです。伝わるかな。結構混んでる電車でなんとか一つだけ空いてる席があって、そういう時って友達といる時とかでもそういう時があったら座りな座りなとか座るっていう感じで言うじゃないですか。私は言うんですけど、私の周りの友達もそう言ってくれる子ばっかりでなんですけど、その方はもう自分だけささーって言って座って、私がその方の前に立ったら疲れたみたいな感じで見上げてきて、さすがになんか冗談なのかなって思うと思うんですけど、なんかあんま冗談の雰囲気じゃなかったというか、その人の性格的にも私がもう一人で座らないでよとか言ったらちょっと不機嫌になるんじゃないかなみたいな感じの人で、それで私は何も言わずに前に立ってたんですけど、そういうことがありました。で、2つ目、一緒にスーパーに買い物に行った時に袋を持たされたことです。これは一緒にスーパーに買い物に行ったらめっちゃ重い袋が1袋出来上がったんですね。そしたらはい持ってって感じで渡されて、私がえって言ったら、こういうのは女が持つでしょ、お母さん持ってたしって言って渡されて、私って思いながらもめっちゃ重かったんで一緒に持ってよって言ったら、一人で持てるでしょみたいなことを言われた記憶があるんですよね。結局最後まで私が一人で持った記憶があるので、確かにお母さんって重い荷物持ってくれるんですけどスーパー一緒に行った時とかね、お母さんが重い袋で私が軽い袋とかでそうやって持ちますけど、あなた男性だし、なんかその身体能力的にもさ、女性よりさ重いものを持てるはずだし、わかんないけど平均的に考えた時に男性の方が力って強いじゃないですか。彼女に対して袋持たせるかって、なんかいっぱい袋があるんだったら全然持ちますけど、彼女の分のさ荷物も持ってあげる彼氏がいるのにもかかわらず、一つしかない重い袋を彼女に持たせるのかと思って、なんかちょっと違和感というかなんか悲しかったですはい。3つ目、好きな歌手の歌詞について3時間語られるです。これはなんか嫌というか、なんか変わってるなって思ったことなんですけどこの方はなんかすごい私がちっちゃい時にドラマとか漫画とかで見てたような、なんか都会に住んでるお金持ちのなんか理系の男の子みたいな感じの、まさにそういう感じの男の子で、好きな歌手がいて、有名なね歌手の方なんですけど、その人の歌詞について、なんかここはこういう意味でこういう風につながっててっていうのを3時間ずっと語ってきて頑張って聞いてたんですけど、眠くてなんか本当に寝そうになりながら聞いた記憶があります。4つ目、お店で
食べ物を注文するときに、注文は女がするもんでしょうと言われたことです。これはね、なんか本当によくわからないんですけど、その方の家庭ではなんかお父さんとお母さんと、家族でご飯に行ったら、お母さんが注文をね、これとこれでとかいう風にしてたらしくて、なので注文は女がするもんでしょうということで、私がしろという風に言ってきました。いや確かに私の家族でご飯行った時ってお母さんが注文してた感じとかな、あんま覚えてないんですけど、こういうのは女が店員さんに愛想よく注文したりするんだよみたいなことを言ってて、なんか言ってることはわかるんですけど、なんかそれをそうだっていう風に思って、しかもそれを彼女に言っちゃうのかって思って、と思って。で、私、注文をね、するのね、本当に苦手なんですよ。なんか店員さんを呼ぶのも苦手だし、最近はさ、タッチパネルとか多いからめっちゃ助かってるんですけど、なんでもう本当に、その時はその、言い方もすごい嫌だったので、いや、本当に無理って言ったら、注文してくれたんですけど、衝撃でしたね、結構その、女が愛想よく店員さんに注文して、うまくやるべきなんだみたいな、そういうことを言ってたのがすごい別にそれが間違ったこととかは思わないんですけど、ちょっと私とは合わないかもなって思いました。こんな感じですかね。他にもいっぱいあるんですけど、ちょっとあんまりね言い過ぎるのもあれなので、笑い話としてね言えるレベルのもので抑えておこうと思います。多分私は彼氏っていうものは彼女のことを大切にしてくれる存在だと思ってたんですけど、そうは思ってなさそうなというか、そうではないようなことをされたこともいっぱいあったので、恋愛が自分の人生から消えた理由の一つかなとも思います。みんなさ、恋愛をしてる人たちはさ、そういうひどいことをまだされたことがなくって、彼氏に大切にされてきてるから恋愛をできるんですかね。それともひどいこともされたし傷つくこともいっぱいあるけど、でもやっぱり恋愛はしたいみたいな感じなのかな。やっぱ傷つくけどしたい派が多いのかな。傷つかないのとかないですよ。人間関係だし。でもなんかやっぱ私は本当に私のことを絶対に傷つけない人じゃないと無理だと思いますね。当時というかなんか今もなんですけど、私にもね悪いところめっちゃいっぱいあるし、そもそもなんか私が人に何かしてあげようっていうタイプじゃないので、そういう人のところにはねそういう人しかやってこないみたいな感じで、ちょっとね変わった方が多かったのかなとも思うんですけど、こんな感じでこういうこともありました。そう、これもあって恋愛が消えたら全然なくても大丈夫なものじゃんってなって、もうどんどん恋愛が遠のいていってるっていう感じですね。なんか皆さんも彼氏や好きな人に感じた違和感やされて嫌だったことがあったら教えてください。彼女でもかです。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。